今回は静寂の木との装備紹介です。構成はヘビースタイルのエレメントダメージ。武器モッドは氷角エンハンス、フロストボルテックス。旧モッドよりも先行モッドの方が強いのである方はそちらを使いましょう。サイロで使う場合は通常エリートのステータスがついたモッドを使用してください。パーツは命中精度と安定のバランス重視。サブ武器はスポットオンなどのハンティングマーク武器。武器モッドはマーク増幅、ハンティングマーク。防具はクライシス ×2、セイビアー ×3、アンクルブーツ。重要防具は使うレビによって変わるので後ほど詳しく説明します。頭は異常討伐の専門家、オーメン。こちらも旧モッドがない場合は同名の新モッドを使用しましょう。マスクは氷の生成物、フロストボルテックス。トップスはハードシールド、オーメン。優位維持も強いので好きな方を使いましょう。ボトムスはエレメント共鳴、墜落した星。墜落した星がない場合は異能モッドを使いましょう。グローブはエレメント強化、月のカゴ異能。足はラッシュアワー、蛮行異能。ない場合は墜落した星異能や異能モッドを使いましょう。クレイドルはこんな感じ。続いて食事バフの紹介。ギャラクシーレイヤー、牛乳、驚き春巻き、もしくはスターダスト串カツ。サイロで使用するなら春巻き、ボス単体ならスターダスト串カツを使いましょう。飲み物は奇想天外飲み物、スターダストエナジードリンク。食事後のステータスはこんな感じ。続いて皮の紹介。頭は月のうさぎの皮、マスクは月のうさぎの皮、トップスは月のうさぎの皮、ズボンは月の狼の皮、グローブはうさぎの皮、足は月の鹿の皮。うさぎの皮 ×4 で弱点バフが発動するのでボス相手ならうさぎの皮を使いましょう。続いてデビの紹介。使用するデビは極寒クラゲもしくは冬のせいです。クラゲを使用する場合は重要防具のアンクルブーツを使用します。ダミー打ちの場合は迷彩グローブとのダメージ差がほとんどなくどちらでも良い気がしますが、実際にマンハイムなどのボスと戦うと差が顕著で迷彩グローブではほとんどゼロターンキルできませんでした。アンクルブーツの場合は高確率で倒すことができました。これはマンハイムとの戦闘時間が短く氷の結晶を壊せる回数も 3,4 回と少ないので、迷彩グローブを使うよりもデビといいスキルの雪玉、フロストボルテックスダメージを底上げしてくれるアンクルブーツを使った方が短時間にダメージを稼ぎやすいからです。他のサイロボスにおいても現在はマンハイムと同様にすぐに倒せてしまうので、短時間で倒せるのならアンクルブーツ、そうでないのなら迷彩グローブを使う方が良いと思います。冬のせいの場合は迷彩グローブを使った方がダメージが出ます。これは冬のせいがアイスクリスタルをたくさん生成してくれて壊すと迷彩グローブの効果が発動するからです。まとめると短時間戦闘ならクラゲとアンクルブーツの組み合わせ、長時間戦闘の場合は冬のせいと迷彩グローブの組み合わせが良いと思います。投稿者の場合はデビ召喚の硬直の短さ、いいスキルの強さ、短期戦闘などからクラゲを使う場面の方が多いです。次にダミー打ちをお見せします。参考程度に見てください。まずはアンクルブーツでフルオート、弾はタングステン鉄鋼弾を使用。通常ダメージに比べて対ボスダメージはかなり高いので実戦ではもっとダメージが伸びます。ハンティングマークフルオート、くくり、マーク、クラゲ。鉄刀、くくり、マーク、クラゲ。
くりマーク冬の精迷彩グローブ。鉄刀くくりマーク冬の精。鉄刀くくりマーククラゲ迷彩グローブ。次にサイロアルファエクストリームで実際に試し撃ちをしてみました。この武器の使い方は敵を少しだけ撃って氷を生成してその氷を撃ってダメージを与えるやり方が良いと思います。実弾のダメージはそこまで高くないのとフロストボルテックスの発動率も高くないので通常の敵やエリート相手にはこの運用方法が楽で強いと思います。実際にボス相手にも使ってみました。まずはトレントから。マンハイム博士。ファイの裏ボス。ファイのボス。アルファのボス。最後に冬の精でアルファのボスです。迷彩グローブ。静寂の木とはいろいろな遊び方ができる楽しい武器なのでぜひ使ってみてください。